さあ皆さんこんにちは。覆面トレーナーのイサムです。今回もご視聴ありがとうございます。今日はですね、あなたがやってきた能力を最大限に発揮する方法というテーマでお話ししていこうと思います。しんちゃお、どうもこんばんは。覆面トレーナーのイサムです。僕はですね、日本体育大学を卒業して、その後アクション俳優をやって、でそこからちょっと大怪我をしまして、そこからプレイヤーをね、退いて、今はトレーニングジムをやっております。で今日なんですけれども、こちらあなたの能力を最大限に発揮するということをテーマにね、話していこうと思ってます。で、これを話そうと思った経緯としてはですね、やっぱり受験が近いっていうことで、日体大について話した時に結構コメントいただいて、みんな不安だったりとか、緊張したりしてるんだなってことを感じたんで、僕はもともとアクションをやっていて、結構こうカメラの前でね何かをしたりとか、大勢の人の前で何かをしたりとかってすることが多かったので、その時にどういうふうに、自分がやってきたことをね、全力で出したりとか、その時に何を気をつけていたのかってことを話すことが、結構そういう、受験だったりとか何か本番をね控えてる方だったりっていう人にとって、有益なんじゃないかなと思ったんで、ちょっと話してみようかなと、思っております。ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで早速ですね、お話ししていこうと思うんですけれども、まず1つ目ですね。1つ目はこちら。人のことは上に見える。はい、これを話していこうと思います。で、例えば受験だったら、受験する人たちがねいっぱい当日集まるわけじゃないですか。で例えば僕の時は 100m 走、今だったら 50m 走なのかな。例えば走る時に、じゃあスタートラインに着く前並ぶじゃないですか。そういった時に人のことって、この人速そうとか、うわこの人って能力高そうって、人のことは上に見えやすいんですよ。でこれは何でもそうだと思います。勉強でも一緒だし、この人勉強できそう、頭良さそうって、人のことって上に見えるんですよ。で、これは、人間の習性だと僕は思っているので、何か対処法があるとかそういうことではなく、人のことは上に見えてしまうんだってことを知った上で本番当日会場に行く。これだけで全然違うと思うんですね。要は、どちらにしても並んだりしたら人のことって上に見えてしまうので、行く前に人のことは上に見えるよなって思って、その当日見えちゃうのと、見えるよなってことを知らないで人のことが上に見えちゃって、うわやばいなって思ってしまう。これって大きな差があると思うんですね。なのでぜひ人のことが上に見えちゃう、どちらにしても見えてしまうってことをね知った上で、会場入りしてみていただけると、思った時の体の硬直だったりとか不安感だったりっていうのが、和らぐと思います。ぜひねこれを念頭に置いて、本番迎えてみてください。はい、ということで、次2つ目です。2つ目はこちらです。100% を出し切ろうと思わないこと。はい、これについて話していこうと思います。でこれってどうしても僕もやっぱ若い時とかはこう思ってた、要は自分がやってきたこと、練習してきたことの 100% をこの本番で出し切ろうって思うんですよ。で、これは、思っちゃいけないということではなく、思ってしまうと、自分の能力が出しづらくなると僕は思っているということです。で 100% を出し切ろうって思うことによって体がどんどん固まっていくんですよね。はい、どんどん無意識に固まっていってしまうんですよ。でこれは僕も本番中アクションやるときとかもそうでした。絶対この手はこういう風に覚えてきた、こういう風にやってきたんだ、これを全部やろうって思ってくると、体が固まるんですね。要はそこだけ出し切ろうって思うことだけにとらわれてしまうと固まってしまうと思うんです、無意識に。なので 80%、20%、 この僕はこういうふうに考えてまして、 80% やってきたことの 80% の能力を出せれば OK だと思うんですね。で
あとの 20% の意識は、それを 100% 出し切ろうって思わないで 80% でいいんだって思うぐらいな余裕の心を 20% 持つということです。はい、自分がやってきた 80% の能力を出し切れれば、大丈夫、あとの 20% は余裕を持った心を持つという方に意識を使うということですね。はい、これが逆にあなたの能力を高めます。100% 出し切ろうって思っているあなたと 80% 出せば大丈夫、あとの 20% は落ち着く方に意識を向けている方が体の力が抜けて、おそらくあなたがやってきたことの能力が出る、ことになると僕は思っています。例えば僕は去年ベトナムに行ってね、刀のパフォーマンスをしたんですけれども、その時2、300人のお客さんがいてね、その前で僕もちゃんと練習していったもんで、その練習通りにできるかなとか、本番は1回しかないので、音とちゃんと合うかなとかっていろんな不安はあるんですけど、じゃあそこで絶対に合わせよう、絶対やってきたのを出そうと思ったら多分体が固まっちゃったと思います。でもやっぱりいろいろ経験を積んでいくとだんだんと、この 80%、20% の感覚っていうのがつかめてきて、80% やってきたのの 80% を見せれば、皆さん満足してもらえる、自分の能力が出るって思って、あとの 20% は落ち着こうって、ミスっちゃってしょうがないぐらいな感じの余裕を 20% 持つっていう感じでねやる。そうするとやっぱり本番中の体の動き違うなって今では思うんですよね。なので、どうしてもね、100% 出そうと思ってしまうんですけど、そこはちょっとこの 80%、20% を思い出して当日、思い出して、ぜひ実践してみていただけるといいんじゃないかなと思います。実際に 80%、20% ができたかどうかが大事じゃなくて、こういう風な考え方を持って本番に臨むっていうことがあなたの能力を出す、大きな鍵になってくると思うんでね、ぜひ、この意識を持って本番臨んでみてください。ということでちょっと長くなってしまいましたが、次3つ目いこうと思います。ちょっとだけ水飲みます。やっぱね、当日って本当、僕受験の時もそうでしたけど、本当にたくさんの人が来る。会ったことないような雰囲気を持ってたり、会ったことないような筋肉してたり、なんか本当にね、いろんな人が来るから、そこだけね、どうしてもそういう会ったことない人と会うと、この人できるなって、できそうって不安に思っちゃうんで、なんか少しでもね、ためになればいいなと思ってます。ということで3つ目いこうと思います。3つ目はですね、意識的に呼吸をするということです。これはちょっと身体的な話になるんですけど、例えばじゃあ僕はレッスンを普段やってるんですけど、全力で動いたりするんですよ。で、全力で動く、夢中になると呼吸が止まるんですよ、人って。で、どうしてもじゃあ本番日ね、人がいっぱいいて、今までやってきたことを出さないと、よっしゃやるぞとかって思うと、どうしても呼吸が、止まりがちになると思います。で、呼吸が止まるということは体が硬直していくということなんですよね。で、緊張でもともと硬直してるはずなんですよ。普段と同じ精神状態では多分いられないと思うんで、やっぱり本番日ね、体こわばると思うんですよね。不安だったりとかで、その上でしかも呼吸が止まっちゃって、さらに、体が硬直する。体が硬直するとさらにメンタルの方も固まっていくっていう風にどんどん逆効果になっていくと思うので、それを呼吸の段階で止めようということですね。で、どうするかっていうと、もう意識的に吸って吐く。で、意識的に吸って吐くっていうことをしてみましょうということですね。そうするとおそらく周りの人たちはそういった意識を持っていないので、あなたよりも体がこわばったりとかすると思います。あなただけはこの知識を持っていれば、人がねしてない時に自分だけ意識的に呼吸をして、落ち着こうって精神も落ち着けられるし、しかも呼吸をすることによって体のこわばりも、普段に比べたら落ちるので、その分やってきた能力を出せます。
ぜひ、今までは思想の話でしたけど、これは実際に体の能力を出すために、呼吸っていうのはすごく大事だと思うので、ぜひここもね意識していただけるといいんじゃないかなと思います。はい、では最後ですね。これが、一番大事なんじゃないかなと僕が思っている部分です。では4つ目、人と勝負をしようと思わないということです。はい、例えばですね、じゃあ日体大でいうと受験の勉強のテストとスポーツテストあると思います。で、どうしてもですね、じゃあ 100m 走、50m 走走るときに隣のレーンの人に勝とうって思っちゃうと思うんですよね。じゃあ学力試験の時は隣の人よりもいい点数を取ろうとかって、周りの人たちよりもいい点数を取ろうとかって思っちゃうと思うんですよね。ただ、それを思ったとしても残念ながらあなたの能力が飛躍的に上がることはないんですよ。その当日にあなたが出せる能力っていうのは、今までの積み重ねてきたものなんですよね。はい。で、ってことはですよ、隣の人に勝とうって思おうが、隣の人に勝とうって思わなかろうが、あなたの今の現状の能力っていうのは変わらないわけなので、人と勝負をするよりも自分がやってきたものを出そうっていう方に、神経を使う方が、能力が出やすいと僕は思っているということです。はい、例えばアクションで言うと、この人はアクションがうまい、この人よりもうまくやろうって思うんじゃなくて、自分が今までやってきた動きをこの場所で全力で出そうって思うという方が、実際にスタートってなった時の自分の体の動き方が、違うと僕は思っているということです。なのでやっぱりどうしても対人、ね、どちらにしても勝負にはなるじゃないですか。受かる受からないっていうのがある時点だけど、そこにいる一緒にやる人たちに勝とうって思ってしまうと、どうしても、その人に勝とうって思う精神が強くなってしまうので余計なものになるんですよ。そうではなくて、あなたが今持っている能力を出そう、自分にフォーカスするってことですね。自分にフォーカス、こっちに広げないで自分やってきたものをそこで出そうって思うこと、はい、これがすごく大事だと思います。自分に集中することによって、それこそ前の3つで話したように人のことが上に見えちゃったりとか、そういったものが排除できますよね。自分にだけ、フォーカスしていれば、はい、なので、受験とかっていうのは、あと本番とかっていうのは人との戦いじゃなくて自分との戦いだと思うので、ぜひそこにねフォーカスしていただければいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、ちょっと長くなりましたけれども、4つのポイントを話してきました。1つ目は人のことは上に見えるということです。はい、2つ目、100% の力を出し切ろうではなくて 80% の自分の能力を出す、20% は、落ち着いた心を持つに意識を使いましょうということですね。はい、で3つ目は意識的に呼吸をしましょうということです。はい、で最後、人と勝負をしようではなくて自分がやってきたことを出そうっていうふうにメンタルチェンジをしましょうというところです。はい、僕これは人それぞれいろんな考え方があると思うし、いろんなメンタルの持っていき方ってあると思うんですよね。はい、僕が今お話ししたのは、僕が例えば日体大の受験の時に、考えたことだったりとか、実際に人前とかで何かパフォーマンスをしたり、カメラの前でねアクションをしたりとかする前にどういうふうにメンタルとかフィジカルを全力で出せる、自分の能力を出すためにはどういうメンタルにしていけばいいのかってことをね、振り返って考えた時にこれだなと思った4つの大きな、トピックを話させていただいたということになります。日体大は多分来月から、始まるのかな、受験が。はい、ぜひですね、皆さんがやってきた能力がね、全力で出せて、合格することを本当に心から願っております。何か質問だったりとか、疑問だったりね、困ったこととかがあればぜひコメント欄の方に書いていただければ見させていただきますのでね、ぜひ、今の世の中はネットがあるんでいろんな人たちの意見が多分聞けると思うんですよね。
なので僕の時は本当に日体大受けた人の意見とかってあんまり聞けなくて、自分で全部考えてたんですけど、今はそうじゃなくていろんな人たちと交流ができるんで、ぜひみんなの力を振り絞ってね頑張っていただければいいんじゃないかなと思っております。はい、ということで、受験生の皆さん、頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。イサムでした。さよなら。覆面トレーナーが送る日本初の新しいトレーニング法、アクションクロストレーニング。楽しくなければ意味がない。楽しく体を動かそう。あなたの参加を待ってます。パーソナルトレーニングジム、アクションスタイル。